日本ではチップが失礼になることがあります。不思議な話ですよね。感謝を形にしたはずのお金が拒絶の対象になってしまうなんて。感謝の印を店員が全力で追いかけて返してくる国。海外の掲示板には困惑と驚きが入り混じった声が綴られていました。なぜ日本人は純粋な感謝を拒絶するのか。私は彼を侮辱してしまったのだろうか。拒否しているわけではないのですが、ただこの国は少し不器用なのです。先に渡してしまうのですよ。見知らぬ相手にも疑いより先に、言葉よりも早く、信頼という名の値段のつけられない贈り物を。日本を訪れた観光客が必ず一度は戸惑う瞬間があります。チップを渡すと困惑される。丁寧に断られ、時には追いかけてきて返される。お忘れ物ですと海外の SNS ではこう語られます。日本はサービスを売らない国だ。海外においてサービスは評価の後払いです。良ければ加算し、悪ければ払わない。それは市場の論理で動く極めて合理的な契約です。けれど日本は違います。日本のサービスは最初から完成品として差し出されます。そこには手抜きという選択肢が最初から存在しません。最大値で提供することが前提。追加評価を受けるという発想そのものが入り込む余地がないのです。日本では良いサービスは特別ではなく基準として受け取られます。100回の完璧な対応は当たり前。けれどたった一度だけ少し雑になれば、それは強く残酷に記憶に残る。加点ではなく減点で評価される社会。サービスは常に限界の最大値を求められ続けることになりました。少し美化しすぎでしょうか。ですが考えてもみてください。自動販売機が壊されず、無人の販売所に新鮮な野菜が並び、落とした財布が当たり前のように交番に届く奇跡を、私たちは隣人が自分を裏切らないという前提の上で呼吸しているのです。この文化の根は深く鋭いものです。武士にとって働きは収入ではなく自らの名誉そのものでした。与えられた役目を雑にこなすことは戦場で刀を落とすのと同じくらいの恥。誰も見ていなくても手を抜かない。それは他人のためではなく自分という人間の名前を汚さないための行為でした。その精神は職人の世界にも受け継がれました。客に見えない部分ほど丁寧に仕上げる。完成すれば誰も気づかない場所に時間をかける。見えない場所に神が宿ると信じ、自らの矜持に嘘をつかない。それが仕事という聖域への礼儀だったのです。かつての日本は一回きりの取引ではなく、これからも隣人として共に生きる人との関係を重んじました。社会全体の信用を積み上げるための静かな宣言。海外の旅行者の多くはこう漏らします。日本ではお金以上の何かを受け取っている気がすると。商品ではなく態度や空気や安心感、それは価格表には書かれていない部分です。けれど今その奇跡のインフラにひび割れが生じています。サービスが前提になれば感謝は見えなくなります。誰かの血の滲むような努力が無言で消費されていく。便利さの裏側には常に誰かの静かな自己犠牲が張り付いています。かつてある名歌手がこう言いました。お客様は神様です。本来それは表現者が神前に立つような真剣さで芸を尽くすという自立の精神を説いた厳しく美しい言葉でした。しかし今やその言葉は受け取る側の特権として使われることもある。丁寧さが誇りではなく義務になった時、私たちの誇りだった信頼の先払いは一方的な搾取へと姿を変えます。カスハラという言葉が生まれるほどに現場の人間は疲弊し、心は削り取られています。高い基準の裏で見合わない対価と引き換えに心まで差し出すことが期待される場面もある。心を売らない文化が今人の心を少しずつすり減らしている。あの旅人さんは感謝を拒まれたと思ったのかもしれませんね。けれど日本が彼に手渡したかったのは、それは信頼だったのです。値段なんてつけられないほど尊くて脆いもの。けれどこの国の人々は少し疲れすぎてしまったのかもしれませんね。先払いの信頼の上で私たちは当たり前のように生きている。私はその不器用な約束をとても愛おしく思います。あなたはどう思いますか？この美しくて少しばかり息苦しい先払いの信頼を、私たちはこの信頼とどう付き合っていくのでしょう。また次のお話でお会いしましょう。